武藤さん、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回からケアリフォームの事例を紹介していただけるんですよね。そうだね。事故によって障害を持たれた方の家づくりについて見ていくよ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この写真はね、頸髄を損傷された方なんだけども、障害の度合いが異なっていて、まず左の方からのお家を紹介するよ。武藤さん、こちらは玄関の写真ですよね。何か台に座られてますけど。はい、外出するときに室内用車椅子から非常台に移り、非常台から屋外用車椅子に乗り移られるところなんだよ。なるほど。何もないところで乗り移るのは大変ですもんね。こちらはカウンターテーブルですか？足が1本しかありませんよね。車椅子の方はどの方向からも利用しやすいようにね。また同じ障害を持たれた方との交流もしやすくなるしね。なるほど。そういった工夫がされたテーブルだったんですね。そうですよ。こちらは何をされているところですか？これはね、本人が洗濯機を利用できるかどうか確認しているところなんだよ。どのように洗濯機の蓋を開けてスイッチを入れれるかを確認して、本人自身でちゃんと自立できる工夫をしているところなんです。なるほど。実際に見て触ってみないとわからないですもんね。はい。こちらはトイレの写真ですよね。このトイレは蓋がありませんね。はい。この障害のレベルの方はトイレを行う場合に大と小を別々に設備を整えたりするんですよ。こちらの場合は小便器を自分で処理できるように工夫した写真です。障害を持たれている方は簡単にトイレに行けないんですよ。専用のビニールに尿を溜めるんですよ。それをこの便器で流し処理をするのもこれ自立ですよね。なるほど。そのためにトイレがこういった形になっているんですね。そうです。この写真のようにタンクのレバーに紐とリングをつけることで流す操作ができるんですよ。こちらのトイレは便座に段差がありませんね。あと、トイレットペーパーのホルダーが2箇所についてますよね。この便座は車椅子から本人が移乗して、そして代弁をする場合にここにプッシュアップで移動して自分で乗るんですよ。その移動するのを簡単にできるために移乗台をつけてます。それからペーパーホルダーは本人が利用する分と、どうしても能力的に腰なんか拭けない場合は介護者の専用としてもう一つペーパーホルダーをつけておきます。なるほど。そういった工夫がされているんですね。そうです。こちらはお風呂ですね。手前は洗い場ですか？そうです。先ほど見ていただいたトイレから直接お風呂の洗い場に行けるように工夫しております。浴槽にも自分で入れるようにしてるんですよ。なるほど。そういった風に高さが調節されているんですね。そうなんだよ。今回は事故によって障害を持たれた方のリフォームをご紹介していただきました。武藤さん、ありがとうございました。次回はまた別のケースのケアリフォームを紹介するね。では皆さんまたお会いしましょう。